皆さん、こんにちは。今日は高血圧性心臓病、それから6番、9番、13番あたりに割と強い動脈硬化による狭窄がある方、それから運動不足の時期がしばらく続いた方の心臓リハビリテーション再開直後の症例のお話をしましょう。80歳代の女性です。149センチ、51キロ。で、高血圧をベースに HHD があると。で、2024年に 2番に対して PCI やってるんですけれども、6番、9番、13番に冠動脈硬化症による狭窄が残っています。で、コレステロールのコントロールは割と良くて、LDL も49になっています。で、2型糖尿病があって、これは糖尿病の観点から言うと、A1C7.0 でいいんですけれども、動脈硬化の観点からいくと、本当は僕はもっと下げた方がいいのかなと思う数字です。なかなか難しいんですけどね。心臓のエコーの所見ですけれども、EF は 67%、で、心臓のサイズとかいいんですが、壁高はやはり 11.6 ミリと 10.8 ミリ、少し厚くなっています。E バー、デセレーションタイム、E バー E プライム、このような数字で、僕は特に重要視するのはデセレーションタイムです。安静時の心エコーで、ヘフペフを診断するガイドライン上としては E バー A とか E バー E プライム、それからラビ、そういうのを使うんですけれども、やはり運動中にその拡張障害の影響が出るのに一番関係する数字、デセレーションタイムじゃないかなと思っています。これが運動中も短縮しないとすぐにまた左室の充満効率が悪くなるということが起こります。ですからこの方はちょっと長いんですね。MR はトリビアル、AR はありません。ラボデータ、貧血が軽いのありますけど、11.4 っていうのはあんまりVO2 には影響を与えない数字です。で、腎臓ナトリウムは OK と。処方としまして CPX に関係するのはビソプロロールを少量使っているということです。この方、数週間前に体調優れないため運動ちょっとできない時期があったということで、それが回復したのでまた CPX やって再開しましょうということで、今回 CPX をしました。方法はウォームアップ 0W でランプ10。61W まで頑張ってくれまして、そこで終了しました。で、ピークの R が 1.20、結構頑張りましたね。で、だけど、ボルが13の13で、これちょっと我慢強い方なんでしょうかね。1.20 で13、13。普通もうちょっとしつこく聞くと強いかもしれません。重要なのは共通はなかったということです。で、心拍数見てみますと、安静時73、ピークは120。心拍応答ですね。だけで見ますと、61W まで、伸びて、心拍数の増加もウォームアップ 0W のところから見ると26ですね。計算すると 0.43 と正常なんですが、ピークのハートレートは120というところをちょっと覚えておいてください。で、血圧の応答はこれは正常ですね。心電図所見で虚血を示す所見は、ありませんでした。これがパネル1、リアルタイムで CPX やってる最中に見られる画像ですけれども、赤が VVCO2、緑が VVO2、青が心拍数、黄色がガス交換比、黒が VO2 になっています。AT はですね、VVO2 が上昇開始する点、R が上昇開始する点ということで、この画像上ではここを取っています。で、582ml/min で、標準値は 83%、運動対応の正常ですね。ピークは772で 77%、少し 80% を割っていると。で、このあたり、AT は83だけど P が77っていうあたり、少し筋力が落ちたのかなっていうことを考えさせる所見です。AT のところもう一回、他のパラメータで見てみますと、これ VVO2 が上がったところですね。それに合致して ATO2 も上がっていると。あとこの VVO2 が上がったところと VO2 の上下に並べて時間を合わせますと、この VVO2 が上がるところを上に伸ばすと、ここの VO2 に当たって、それをですね、この横に今度 V スロープ持ってきて、同じスケールにしておくって、こっち持ってくるとちょうど45度からずれると。縦軸これ VCO2 のスケールだから本当はちょっとずれてるんですけど、大体おおむねそれでわかるので、リアルの CPX では僕パネル2に呼吸数をよく入れるんですけども、それが上がって、AT でちょうど上がった人はでこれ見て、で V スロープ見て、AT のとがここだなっていうのと同時に AT のところで呼
吸数が速くなると指導に使えるなと、そんなことも考えたりします。で、いずれにしても、AT はこの10分目のところでいいだろうというふうになことですよね。今度、心臓、心機能関連、心ポンプ機能ですね。僕最近よくこういう表現の仕方にしています。VO2 オーバーハートレート関係と。昔ピーク VO2 オーバーハートレートって書いてたんですけど、とりあえずこの関係っていうのは、3つこれに関して見るべきポイントがあるかなと思っているからです。で、1つはピーク。で、ピーク VO2 オーバーハートレート。もう1つはこのパターン。この緑が VO2 オーバーハートレートなんですけれども、まっすぐ登る、あるいは上に凸で登る。で、それ両方正常パターンなんですけれども、それ右側、X 軸をワークレート、Y 軸を VO2 オーバーハートレートにしますと、この薄いグレーの部分が正常プラスマイナス 20% なんですよね。で、そこにどっちかのパターンで入ればいいんですが、伸びて途中でこれ横ばいになってしまって、縦軸のストロークボリュームの標準値に至らなかった場合は、閉定化とか、早期閉定化とか、そういうふうな表現をするようにしています。で、それがパターンです。で、それからあとスロープ。スロープもここの傾きですよね。ストロークボリュームが運動を始めた時にどんどん増えていくんですけれども、その増加の度合いっていう感じですかね。これ MR がひどい場合とか DCM の場合とかに傾き浅くなることが多いのが分かってきたので、僕はそれを使っています。このスロープに関してデータ出しているのは群馬県心臓血管センターだけですので、まだ社会的に認知されたものではないんですけれども、僕の経験的にだいたい6前後が正常かと思っています。この方は 3.65 でちょっと浅かったというところですね。もう一個心ポンプ機能関連でエンタイダル CO2 があります。これは RCP 付近のカーディアックアウトプットの指標でしたよね。で、この方は 5.5286% と、正常ということです。心機能関係のところに分けて書くこともあるんですけれども、自律神経の関係でもありますけれども、1ワットでどれだけ心拍数が増えるか、心拍応答というやつです。で、これもですね、いろいろ問題がある指標でして、ここの0ワットが始まったところからしばらく増えないで、その後ぐっと増えて、ここの最初から最後のところを結ぶと浅くなるんですよね。どこを取ったらいいのかなっていつも悩んでおりまして、よければ皆さんこの辺詳しく解析して学会で報告してください。この方、ここの傾きを取ると 0.43 で正常でした。VVCO2 関係、これもですね、ミニマム VVCO2 とか V vs VCO2 スロープなんですけれども、こういう VEVCO2 関係はどうかっていうようにまとめて書くようにレポートではしています。ネイダーとスロープと、この2つで言っています。ネイダーっていうのはミニマム。主に RC ポイントのところですね。松間先生のところは AT から RCP の間って言ってます。で、確かにそこ平らになることもあるんですけれども、経験的には RCP で最低値取ることが多いので、ミニマムの RCP のデータということで、それをネイダーと言っています。この方は 35.6 で、やや高めですよね。で、スロープはここの RCP までの傾きで 29.6 で、この人はこっちはですかね。35.6 もそんなに高くないですかね。ともにすごい異常というわけではないです。でももう一つこの Y 切片っていうのがありまして、スロープの Y 軸に交差する点ですね、4.2。これ少し高いんです。4超えると視空の量が増えているということを意味しているんだというふうに最近言われてるんですけれども、この方も少しその毛があるのかもしれません。別の回で潜在的な COPD というお話しますけれども、タバコ吸っていて安静時の呼吸機能検査でそれほどひどくなくて、自覚症状もそれほどなくても20本40年とか言ってるとこれが高くなる人がいて、そういう人にはちょっと肺胞が壊れ始まってるから禁煙しましょうというきっかけに使っています。もう一つは骨格筋関係、運動対応の心ポンプ機能で、それからこの骨格筋ですね。骨格筋もですね、このピークどこまで焦げたか、これがピークワークレート、筋力の指標というふうにしています。ただですね、ピークが例えば ST が下がったからやめたとか、血圧が上昇しすぎたからやめたとか、そういう要素でやめた場合には筋力関係ないですよね。漕いでいてちょっと回転数が落ちてきたとか、十分ガス交換比が 1.2 とかになっちゃったとか言うんだったら、それ
はやっぱり筋力が絡んだピークというふうに考えていいと思います。ですからその場合は筋力の指標ということです。で、この方 61W でまあまあ保たれてるんですね。先ほどピーク VO2 が、パーセントのピーク VO2 がパーセント AT よりも低いから筋力が落ちてるかもしれないって言ったんですけど、こっちで見るとそうではないんです。で、そういう時はなんでパーセントピーク VO2 が落ちてるかちょっと考えなきゃいけないんですけれどもね。あとはこの傾きですね。VO2、デルタ VO2、デルタワークレート。これ 1W でどれだけ VO2 が増えるか。これだいたい 10.2 とか 10.3 でしたよね。だから 7.7 っていうのを若干落ちてると。だからまあ結局この方は VO2 の伸びが悪いということで、ピーク VO2 ちょっと落ちてたんですけれども、AT を超えてこれが余計強くなったという可能性はあります。健康な人って VO2 って AT 超えると伸びが良くなるんですけれども、ちょっと心臓が何かある場合には少し傾きが浅くなることが多いという話はご存知ですよね。それが起こった可能性があるということです。ATRCP ピークは 3.3 滅、3.9滅、4.3滅で、それぞれ 83%、77% と。で、ピークワークレートは 93%、で、ピーク VO2 オーバーハートレートは 85% と。ETCO2。これもですね、群馬県心臓血管センターのデータでは 6.4 あたりが標準なので、それを基準にすると 86.3% となっているんですけども、まあこれの標準値ってジャパンハートクラブのデータであったかもしれませんけれども、僕は自分の 6.4 という数字を使っています。で、このデルタ VO2 オーバーハートレート、オーバーデータワークレート、1W でどれだけ O2 パルスが増えるかって、これはストロークボリュームの伸び方の指標で、0W から AT までのところなんですけど、これが 3.6 と、ちょっと落ちてるというところですね。で、それからあとデルタ VO2 データワークレート、これ 10.1、10.2 が正常なんですけど、まあこれは純粋に10が正常だって割り切っちゃうと 77% と単純に考えることができます。レポートを書かなきゃいけないですから、なるべく単純化して考えるといいと思います。そうすると、ちょっと酸素を利用する能力が落ちてるかなというような感じがありますよね。最初にですね、この虚血が出るかどうか、拡張障害の影響が出るかどうか、こういうのを見る必要があるという病気だったわけですよね。冠動脈硬化症が結構強い。でそれからとヘフペフがあったと、デシノタイムがあったと。そんなに共通はないし、心電図変化ないし、あと O2 パルスの早期閉定化が広範囲の虚血の場合あるんですけど、それもないということで、虚血のサインは今回はありませんでした。あと拡張障害の悪影響も O2 パルスの早期閉定化はなかったです。ですから、それぞれこの辺の動脈硬化の状況、デセフンタイム、結構なものなんですけれども、この症例ではないというふうに言っていいと思います。レポートにはですね、虚血マイナス、不整脈マイナス、運動対応の正常加減、骨格筋は筋力は正常だけれども、酸化酵素活性や低下と、デルタ VS データワークレート低下というのは、これはですね、レポートに書く場合と書かない場合もありますけれども、まあ書くと丁寧かもしれません。データ VS データワークレート低下っていうのは、暗赤管によるタイプ 2B ファイバーの相対的増加のほか、骨格筋細胞の毛細血管分布量の低下も考えられるということですね。これは純粋に骨格筋機能だけじゃなくて血管の場合もあるということなわけです。まあどっちも安静で起こりますからね。で、それから心機能は正常ですよと。で、虚血拡張障害の影響はないと。で、これらを見て、プラーク残っているのは事実ですから、プラークの不安定化を予防。それから動脈硬化をできれば退縮させたいですよね。90%、50% にさせたいですよね。で、あとはリスクファクターのコントロール。ちょっと A1C 高かったですもんね。あと拡張障害があるのは事実ですから、それの改善目的。それから運動対応の回復目的の有酸素運動が望まれるというようなコメントを残すようにしています。実はこのお話ですね、ただしってありまして、この症例はですね、運動対応の久しぶりに GPX やったために低いんです。で、それのために十分に心拍数が増加しなかったんですね。120までしかいかなかったんです。拡張障害とか虚血の出現っていうのは110とか超えるとよくあるということで、120で終わるとそれから明らかに見えないことなんですよね。で、この80歳だと普通予測最高心拍数140までいくので、もうちょっと普通に運動したり日常活動したりすると、もっと心拍数が伸びると。で、今回みたいに頑張ったけれども最高心拍数が120だと、そのせいで虚血とか拡張障害が出なかった可能性があるんですね。今後、心理派をやって、心拍数が十分伸びるようになったら、虚血とか拡張障害がその時点で顕在化する可能性があるということは考えられます。
ただまあそれがあったとしても AT よりははるかに上の話ですので、運動しちゃいけないとかそういう話はならないんですけれども、今日の症例だけで核症障害ないですよとか虚血は出ないですよとまではちょっと完全には言い切らない方がいいかもしれないかなと考えさせた一例でした。この症例のポイントです。運動対応の低下によって虚血が顕在化しなかった可能性があります。ヘフペフでも CPX 異常目立たないことがあります。異常なしではなく不可量な不足しているのではないかと考えましょう。心理破後にそういう場合変化が顕在化することがあります。刑事的な CPX 評価というものが重要です。この話はですね、心臓リハビリテーション実施後の話もありますので楽しみにしていてください。今日はどうもありがとうございました。